皆さんこんばんは、テレスノンです。ひまわりです。さて今日は鎧を塗ります。始まり。はい、これは鎧のベースかな。ベースを塗りました。そしていきなりこれです。やや本体の左後方から紫色の光が当たるイメージで、エアブラシで蛍光塗料をざっと拭いて当たりをつけました。それからこれはハイライト第1段階目だな。ここは光が当たってないから普通の鎧の NMM みたいな感じですね。この辺は普通に筆で線引いてますけど、あとこの腕の下ってお腹のあたりはね、筆が入りにくいっていうか入るんだけど動かしにくいんで、お腹のあたりは点描でやりました。今回のこの鎧とは関係ないけど、今見えてる胸のさ、実際はさ、格子状に塗ったのに全然そんな風に見えないね。そう、動画だとね見えないけど、カメラで撮った写真拡大したらね、わかる。よーく見るとね。でもそんな拡大して見る場面ないからね。この辺はまだ筆動かせるところなので、普通に塗ってるって言ったら言い方変だけど。で、この、紫を吹いたところを潰さないようにハイライト言ってますね。これ難しいよね。反対はいつもさ、ね、全部塗り終わってからさ、光当ててるようにやるけど、今回はなんで最初からやったの？なんて言えばいいのかな。光が当たってる方向が全然違うんだよな。これ今ハイライト入れてるのは上の方から光当たったイメージでやってるんだけど、紫色のところは横から当たってるような感じだから、全く別の話っていうか、ある程度鎧塗ってから紫入れてもちょっとおかしいことなんだよね。ハイライトの入り方がって言えばいいのかなうまく言えないよ。あとね、早めに雰囲気つかんでおきたいっていうのもあったね。なるほど。たとえそれを潰すことになったとしても、だいたい見当つくからやりやすいってことかな。紫色にする範囲をある程度決めてしまえば、決めちゃわないと今やってるところをどれくらい明るくすればいいのかがちょっと見えにくいなと思ってね、みたいな感じかね。あとね、これ結構めんどくさいことをやってるでしょ。
やってるから早い段階でこうしといた方が、まあ、多少モチベ上がるとかいろいろそういう理由もある。なるほど。このさ今見えてるさ布あるじゃん布っていうか紙これさドライブラシ用のやつじゃん。ドライブラシを取るやつの紙使ってるでしょこれ。白いやつ、違うよ、そういうもんじゃないよこれは。いやこれはキムワイプっていうドライブラシいやそうやって使う人もいるとは思うけど、ね、それ用のものではない。なんつうのかな、ほこりが立たないティッシュみたいな感じかな。これは影だね。暗いところでございますね。今回ねこの鎧結構うまくいったと思うんだよな。あ、そうだ。また完成画像を見てうなずきタイム。いいんじゃないいいでしょう。まあ一応完成の写真テレソンがツイートしたやつ今見てるんだけど、あんまりがっちりなんか激しい NMM ではないよね。なんかシックなというか、なんていうんだろう、落ち着いてる感じ、ギラギラしてない。そうかもね。鎧だからかな。いや、そうだね。あ、影の方だから、影になってるからか。暗いもん。今見ているこの写真は控えめ。あと胸のあたりは結構ハイライト強めに入れてるはず。ああ、そうだね。でお腹のところはあまり光当たらないから控えめ。なんだけど左腕だとか紫の光が当たってるところはまあ強め。まあ、完成図見てるからあれだけど、その向かって右の方のその紫のさっきの反射してる部分とこの NMM とかめちゃくちゃいいね。これ今日で見れるのかな。確かここまで行くはずだかな。まるで知らない人が見たらただライトをつけ照らしてるだけなんじゃないかと言っても過言ではない。ぐらいいいね。これでも厳密に見ると多分やっぱ物理的にちょっとおかしかったりするんだろうなとも思うんだよけどな。おかしいかもしれないけどなんか見栄え重視で持っていくところもあってさ、ここはちょっと派手に明るくしたいなってなりながら思ったりする部分もあるんだよね。実際は多分この光の当たり方だったらここはここまで明るくならないとかもある。この辺がちょっとね塗りづらくてな。これわざと塗りづらくしちゃったんでしょ自分で。違う、ここはねついてる最初から、もうやりようがない。さっき褒め
めてたやつもうなんかほとんど塗り終わってるんだけど。なんか全部すっ飛ばしたの？多分ね全部ぼやけてたんじゃないかと思われる。そうか。ピントが合ってなかったか。この全部41分でこの時間でもうほぼ出来上がってるってどういうことだっていう話だけど。この後何するんだろいやもっとハイライト入れてくんだと思うけど。うな。でも今使ってる色を見た感じ、これ相当佳境に入ってんだよな。佳境だぞこの辺なんてな。鎧だけだよねだってね。おう、そうだよ。さっき確認した。鎧しか塗ってない。うん。まあでも飛んでるってことは使えるところがなかったってことで。そうだね。たところかもしれない。ごめん、もう一回。一番見たかったところかもしれないのあれだね。飛ばしちゃってる可能性があるな。そういえばね、前言ってたね、次のワンフェスで武者レッサのキットを販売する人がいるって言ったんだけどね、許諾降りなかったらしいんだよ。次のって夏だ？夏。冬は行けそうだって言ってた。なんか多分権利関係が複雑だみたいなこと書いてたから、なんていうの、時間かかるんじゃない？わかんないけど。もう確かにもうなくなってる会社のゲームだからね。古いゲームだから。今、これ何してんのこれ。見てた？色？これグレージングだわ。見てなかった？見てた。グレージングしてるわ。ハイライトでちょっと白くなりすぎたかなと思って、中間の色でなじましてる。一色最初の多分紫にしたやつ。でしょ？いや、あれ中間っていうか、あれがベースみたいな感じだから。いや、それしか映してなかった。中間って何？いやだからベースカラーぐらいな感じだから、中間の明るさの色でグレージングしてなじましてるところだっていうのを多分何回かやってると思うんだよね。だから映ってないんだけど。何？いやなんだグレージングしてんだよこれ。ウルシャン唯一無二のウルシャングレー。ウルシャンいいね。ウルシャンはいい。でさっきのいや、まあ古いゲームでもうなくなってる会社絡んでるから、多分権利関係が複雑なんだろうなっていう話。間に合わなかった的なことかな。そうみたい。これお分かりいただけると思うけども、このなんつうの、通常金属と紫金属を交互にやってます。主になんちゅうの、こっち明るくしたら次紫色のとこ明るくしてみたいな順番で交互にやってんだね。バランス見るためだね。
ワンフェスの名前が出たからあれだけど、どうなんですか皆さん、夏のワンフェス。もうめちゃくちゃ暑いんでしょ向こう、今ですでに。もう無理じゃない？でさ、うちらさ、来年の2月のさワンフェス行こうとしてるじゃん。で優先権で行きたいねって言ってたんだけど、抽選なんでしょらしいね。まあ見たいだけど、しかもなんか1人1枚らしいので、うちらどっちかしか入れないとか、そういう可能性が出てきちゃうんだよね。もう詳しく調べてないけどね。なんかその辺の情報を知ってる人いたら教えてちょ。もう一人で来てそうな人すっごいいっぱいいたけどね、前行った時ね。そうは言ってもね、二人で来る人だっているよな。もういいですね。一昔前だったらもうこの形状もうやりたくないってなってたんだろうけど、だいぶ慣れたな。このだいぶ佳境に入ってるって見えるんだけどな。まだ残り半分ぐらいあるんだよな。時間ね。今回この鎧だけで1本にまとめたかったんで、いつもより長いちょっと40分超えの動画になってしまってるんですけど、その分そして喋らない時間も多々あるかと思いますが、すいません、ご了承ください。あれだ、ごちゃごちゃ言わないで筆で語るからちょっとこの辺がさ、なんつうのかな、造形がだるいって言えばいいのかな。そうね。そういうとこ結構あるでしょ。かっちりはい、真面目に自分で頑張って色分けしないとなんかぐちゃぐちゃになっちゃうみたいな感じだったな。これでも片釜とか鞘とかこれちゃんと溝入ってるんでしょ。そう、すごいね。それ造形した人がってことだよね。これ 3D プリンター。いや、それは分からない。これ どこまで白くしていいんだろうとか、もうわけわかんなくなんなりしない？はい。まあその辺は感覚だな。これ今やってるとこは結構ここを派手にやるって決めてんだこれ。そうなんだ。なんでこれ素手で触ってんだろ確かに。う。いつも手袋履いてんのにな。
この境目が悩ましいんだよね。2方向から光当たってる時のね。結構海外の人のやつ見たりしてこうどう色つないでんだろうって思って見るんだけど、多分イメージとしては例えば右からと左から違う色の光が当たってたとして、右と左のベースカラーを混ぜたグレーみたいな色でぼかしてるイメージかなって思って見てんだけど、それか双方向の影で使った色同士を混ぜる。しかもその2色っていうのが一番暗い影じゃなくて2番目に暗い影ぐらいの色を2色混ぜたらなんかそれらしく見えるなっていうイメージはある。わかりますこれわかんない。そういうチャレンジをまだ全然してないからさ、いや絶対大変だなまでは分かるんだけど、自分だったらどうっていうのがそう大変だけどな、うまくいったらたまらないな。背中だからほとんど見えないんだよねでも手は持ってない。のって書いてあるけど背中に海外の人わかんないねそうだね。のって言われてハイライト入った時もさわーってなるけど、影入れた時もこうバシッとなるよね。結構の佳境のことやってるよね。やってるね。不思議だな。不思議だ。さっきから10分ぐらいから佳境だって言ってるけど終わるのかって言ってるけどなかなか終わらないね。私もこの動画やったのももう結構1ヶ月以上前とかのやつを見てるからもう忘れてるしね。そうだ、結構経っちまったな。これは分かりやすい点描ですな。点描の方が質感で出るような感じするよね。なんかわかる？場所によってはね、点描の方がいいってことは結構あるね。点描はして主流なの？結構皆さんやってんのかな？どうなんだろう。インスタ見てたらここ点描だなっていうのは結構見るよ。話変わるけど、
なんだっけ、9月だっけ、インボデビジョン。あ、リンボディビジョンのコンテストね。うん。9月ね。延期されたんで、私も参戦します。ちょいちょい塗ってる人を見かけるけど、どうね。うん、いっぱいいる。空前のリンボディビジョンブーム。結構かぶってる人を見かけない？うん、今自分が塗ってるのと同じものを塗ってるのを2人ぐらい見てる気がする。あんまり種類ないの？いや、そんなこともないと思うんだけどね。なのかね。ああ。これビッグチャイルドだよね。うん。あら、情報来てないね。ビッグチャイルドでどうなったんだろうって。あ、違う、その動画まだ上がってないか。どうだったかな。まあ、わかんないけど、まあ、全く、そういう話はタイムライン上にも流れてこないね。まあでも、ボックスが何も言ってないから、とりあえずなんともないのかね。ボックスといえば、もうつってもあれだけど、なんだかだっけ、6月の十何日から作品受付開始したよね。うん。で、各ブログもちょこちょこ更新されて、なんかちょっと本社から手こ入れ入ってんじゃないかなっていう感じでさなんか各店舗更新早いような気がするんだよね札幌も確実に早いよね。早い、うん、いつもより早い気がするね。でもあれまだ前回のやつの更新からまだ1個もやってないところもあるよね。ああ、あるね。じゃあ手こ入れ入ってないのかでも札幌もさ、回増すたびにさ作品数多くなってはいるけどさ、秋葉原とか大阪とかに比べたらもう違うもんね。倍ぐらい違うのかな。な。まあ倍以上違うんじゃない？だって4倍ぐらい違うんじゃない？秋葉原なんてなんか200とかいっちゃってるはずよ。うん。まあ単純にこれ1店舗でまあ単純に人口密度は違うからね。でも最近さ、北海道もさ、なんとかホビー店とかさ活発的にやってる感じするけど、ボックスに参加する人はあんまりいないかね。まあ一応その展示会っていうのは別に今も昔も変わらず行われている。あ、そうか。うん私が最近しただけ。うん。ただ確かにね、あんまそういう人、ボックスのコンテストに出してる印象がないんだけど、まあこれ個人的な予想になるけど、そもそも、なんだろうな、ファレフォを使う環境を構築し直さなきゃなんないから、コンテストに出そうとしたら、それがちょっとハードル高いのかなと思ってる。もう何年もかけて散々出来上がったのに塗料、まあ一部で使ってればいいじゃいいんだけどね。なのかなと思ってるけどね。まああと、なんだろうな。模型のコンテストとしては微妙っていうのもあるかなと思う。うん。改造とか工作の精度っていうのはあんまり評価の対象にならないでしょ。うん。うん。うん。正直改造されてても元を知らないから分かんないもんね。私はどこ改造してるのとか分かんないもん。うん、そうなんだよね。すごいかすごくないかうん。
そもそものジャンルが違う。うん。終わるか終わるかと思ったけど、終わないし、普通にやってんな。ただ、僕たちボックスのコンテストしか知らないし、まあ、展示会に出す人間でもないけど、はっきり言って僕らがやってることの方が少数派で、吹いたら飛ぶようなジャンルだからね。ボークスのさ、ミニチュアペイント部分がもう如実に出てるよね。4つとかぐらいしか出ないじゃん、いつも。まあ最近ちょっと増えてきたんじゃない？ 5 個6個はあるかなって感じだけど。明らかにそういうミニチュアを塗る人がいない。やっぱロボメカが多いわね。うん。ただね、昔、私これ始めたのって、ホビージャパンで北山さんの作品見てからだから、ウォーハンマーのやつね。だからもう作品によってはもう、一発で人の心を持っていくことできる可能性があるジャンルのはずなんだよ。別にもともとガンダムとか好きだから、まあホビージャパンはちょこちょこ見てたけど、ということは当然ガンプラなんて散々目にしてるわけだけど、でもそこまでのめり込まなかった。なのにそのウォーハンマーの作例見たらもうガッツンだもんね。ズキューンこれは何、傷書いてんの？いや、なんか中間、なんか傷のような、傷を意識した筆の動かし方を押したハイライトみたいな感じかな。傷はなんかね、どっかで明確に傷入れてるんだけど、それがちゃんと取らさってるかどうかちょっとわかんない。その話戻るけど、要するにその北山さんのやつは自分もこうなりたいって強く思ってしまう、思わせるパワーがあると思う。まだやめられる前？やめられる前。それデビュー作。で、ホビージャパン乗ったの？もともとなんかすごいじゃん。いや、違う。なんかもうなんか突然変異的な感じでなんか初めて1年ぐらいでボンって出てきたらしいよ。復活されたなと思ったけど、また最近なんか大阪万博で夢中のようで、万博おじさんだから万博、これさ、俺結構バンバンさ個人さ名前出してさ言ってるけど、これ実際どうなんだろうねまあ特に何も言われないからいいか。いや、北山さんさ、万博で盆栽展示しちゃってさ、で、この方多分盆栽界ではすごい有名な方なんだろうって思われる人の話に来たんだけど、ガチで有名な人なんだよね、あれねどっちだっけ、2人いるんだよな。小林さんだ。小林さんと木村さんっているんだけど、北山さんが喋ってたの？そうそう、小林さんに説明を聞いたっす。もう神やばい人なんだ。会えた、いたんだね。なんで私詳しいかというと、これ始める前ちょっと盆栽をねだけどちょっとマンションっていう環境でなかなかうまく育てられなくて、冬越しがね難しくてね。冬越し難しいのと、あと単純にちょっともうこっちの方にだんだんハマってきちゃってる。そうそう、全然枝切りとかなんかねしなくなっちゃったんだよ。管理がおろそかになってこれ盆栽嫌いなわけじゃないけど、普
2つは無理だと思って。今でも多分木見るのは好きだね。盆栽見るのは好き。かなり参考になるね、盆栽のセオリーっていうかね。こういう、なんだ、美しさが体系化されてるんだよな。まあなんかうまく言えないけど、まあ多分こうなんか血となり肉となってると思うよ、その時。それこそ盆栽の本めっちゃ読み込んでたしね。普通にいい盆栽の写真見てるだけで面白いんだよね。でもさ、いまだにさ、ホームセンターにさ、行ってさ、盆栽あってさ、これいくらぐらいだよねって言ったらもうぴったり当てられるもんね。大体そうだね。結構ブックオフなんか行くとね、第何回なんとか盆栽店の写真集みたいなのが結構安く売ってたりするので、結構面白いからおすすめ。そうね、盆栽のさ一番人気あると思われる木がさ、心拍って言うんだけど、なんだろう、昔その断崖絶壁からその心拍を採取してたんだよな。いい形だからっつってな。それが本当に命知らずっていうかさ、ほんとなんか90度みたいな崖に命知らずがつけてさ、ビルの窓清掃みたいな感じでさ、木取ったらしいの。それがどうしたって。いや、だからその情熱がいいよね。落ちたら死ぬっていうところでやってんだよ。そんな感じでもうだいぶ時間つなげたんだよね。今日はヨタ話多めで。ヨタ話しないとやっていけない。こんな世の中じゃ。これ実はこの今塗ってた、肘のとこの模様っていうかね、彫刻が、ちょっと心残りかな。もったいなかったね。なんかまだなんかやりようあったんだろうけど、それはね、結構前から思ってた。鞘の部分とかもさ、ずいぶんなんかこの人模様がないかのような塗り方するなと思って。そう。多分本気でやったら多分ガチャガチャしてダメだったのかもしれない。こう悩ましかったんだよな、この胸んとこがね。多分これね、ここまで大げさに光らないと思うんだよね、実際は。この周りの光り方から。ただなんかどうしても目指させたくてね。結構行ったり来たりしたんだわ。一時期もっと明るかったんだな。そうなんだ。今その見てる鞘さ、模様めっちゃである。なんか途中でやめてんだよこれね。いや難しいよね。コンセプト的には、光の当たり具合だから変にがっつり模様を浮き立たせるのも違うだろうし。これちょっと筆先固まってきてるねこれ。ダメじゃん。早く洗わないと思うだろ。太めの筆だから耐えられる。水分含んでる。さっきは横にやってたのが今度縦に筆を使ってるのはこれはなんでだろうね。なんでだろうねです。
カンナでもいい感じの終了な時間ですけれども、どうですか、振り返って。おう。ああ、この鎧はなんだかんだで楽しかったな。最初気が重かったけどな。この2方向から光当たるっていうのは、多分このジャンルもう必須なんだろうな。これでも初めての試みだよね。いつもさ、塗り終わった後にさ、照り返しのやつやってたけど、最初から初めてじゃないか。いや、初めてじゃないよ。うん。前もやってるわ。うん。はい、じゃあそういう感じで。また、次の動画で勝手に誰かの名前出して勝手にその人の話するかもしれないけど。じゃあ、テルスノンでした。何その締め方いいの？今まででした。またねー。